僕が竹を生かしてるんじゃなくて、竹が僕を生かしてくれてる。僕の特性を最大限に引き出してくれてるのは竹なので、自分が竹の加工に向いてるっていうことに気づけた。もうそれで自分は生きてる価値があるなって思います。
もともと会社勤めを30歳過ぎたくらいまでやってたんですけれども、その大勢で一つの仕事をするっていうところで自分のやった仕事の範囲の良かったのか悪かったのかっていう結果が見えづらいっていうことにちょっと悶々としてる時期がありまして、だったらもう自分で完結する仕事がしたいなっていうことで手仕事が向いてるんじゃないかと、小さい時から物を作るのが好きだったので工芸の仕事が自分に向いてるんじゃないかっていうことでいろいろ調べる中でその竹工芸に出会って仕事にしようと思っていろんな分野を探したんですけど、他の工芸だったら趣味の範囲で手を出せるんですよね。竹工芸だけは入り口が全然見つからなくて、竹は見たことあるしカゴも見たことあるんだけど、その間が全然思い浮かばなくて、専門的に教わらないとできない仕事なんじゃないかっていうことで興味を持ってそれを教われるところを探したっていうのがきっかけですね。伝統工芸の専門学校で竹工芸のコースに入ったんですけれども、やっぱりカゴ作りの基礎からですよね。簡単な編み方から徐々に難しい編み方に課題が移っていって複雑なカゴを最終的に作れるようになるっていうのと、素材の形を生かしたような竹垣とか窓を開けて花池にするとかっていうそういう丸竹加工と、その2つを同時に学んでいって、で2年生の時にどっちか専門的に学ぶっていう形で、僕はそのカゴ作りの方を選んで2年間学んだっていう感じですね。で全くそのカゴ作りなんてしたことないんですけど、なんか竹っていう素材が自分に合ってそうだなっていう何の根拠もない自分の思い込みの相性の良さで選んだっていう感じですね。竹に関してはなんかこうしたらこうなるだろうっていうのが予測がしやすかったし、予測に大体沿った反応があるっていう感じで、それがやっぱり相性の良さかなと。他の素材だとなんかやってみないとわからないっていう感じだったんですけど、竹の場合はなんか見通しが立つというか、感覚が先に思い立つっていう感じがしましたね。多分竹っていう素材の特性だと思います。竹ってその素直に割れるっていうイメージがあるんですけれども、思い通りに割ろうと思ったらやっぱりその竹の性質を理解して自分の思ったところに刃を入れられるように進めないといけないんですけど、その微調整っていうのが結構難しいんですよ。それ多分機械に任せてバンと通してしまうと予期せないところしてないところで割れたりとか幅が変わったりとかしてしまうので、一概に機械でやるっていうことはおそらくできないんじゃないかなと思います。同じ年数の竹でも一本一本性質が違ったりとか日当たりの違いとかで竹の性質が変わってくるので、割ってみないとわからない。その竹がどんな性質かっていうのは粘りがあるなとか、今日のは軽く割れるなとか硬いな柔らかいなっていうのを最初に割った時点で感じて、それに合わせて作業をしていくっていうことが必要になるので、やっぱり一本一本特性は変わってきますね。うちでは主に真竹でも青竹と白竹で、白竹でも湯抜きと火炙りと2種類あって、使うものに応じて材料を選んでるっていう感じですね。その青竹を白竹にするのに2通りやり方があって、乾式と湿式ですね。火で炙るのとお湯で炊く方法2つあるんですけども、火で炙る方は非常に技術がいる作業なんですね。全体に均一に火を入れて、さらに不足なく火を入れる、過不足なく入れる。油抜きが甘いところっていうのはちょっと色が澄んでしまう。逆に火を入れすぎてしまうと今度焦げてしまうっていうことで、さらにその竹からにじみ出たその油ですよね。それをきれいに拭き取って、なおかつ拭き取りすぎずに残して、で天日で干すと非常に高い技術で油抜きした白竹っていうのはすごく色艶がいいんですよね。で京都では京都の銘竹ですよね。京銘竹っていう工芸品に指定されてると。なのでもう竹の材の段階で工芸品になるっていうことですね。僕はやっぱりそれを使うだけの価値が京銘竹にはものすごく高い価値があると思ってますし、京銘竹っていう工芸品で作ったカゴが京竹工芸っていう工芸品になる。材料も工芸品だし、それでできたものも工芸品っていうのは
全国的にもすごく珍しいものだと思うので、京都がここまで竹にこだわってるっていうのを全てで表せる一番いい工芸品だと思ってるんですよね。だから材料として使わない手はないと思うんですよ。その京明竹を作ってる人のプライドもありますし、でそのプライドを受け取ったらやっぱり僕自身もそんな半端なものを作れないですから、そういう意味でさらに高いものができるんじゃないかなと思いますけどね。僕のこだわりってあんまりなくて、使ってもらうために作ってるので、使う人が使いやすく作るかっていうことがこだわりといえばこだわりですね。だからどういうふうに使うんだろうっていうのを考えて、それに適した形にする、編み方にするっていうことで対応するっていうのがこだわりで、あまり形とかこだわりがないんですよね。でそんなに目新しさもなくて画期的なデザインでもないで、僕はむしろそういう昔ながらの感覚、昔あったよねって思われるようなちょっとノスタルジーを感じるデザイン、トランクであってもお客さんが昔こういうのをみんな使ってたよねって言うんですけど、使ってたかなって僕は思うんですよ。でもお客さんの中ではもうそれ使ってたっていうイメージ、そうしたらもうそれは使えるものとしてお客さんの中ではすんなり入ってるっていうことですよね。お客さんがもう持つイメージを持ってたら、それはもう説明する必要がないと。であればそういう昔ながらに近いデザインであった方が受け入れられやすいんじゃないかなと思うので、そういうところは意識して作ってますね。
僕が作ってるものって竹工芸の中では古典的なものではないですよね。で、京都はやっぱり古典的な竹工芸が残ってる中で、僕みたいなバッグが出てくるとちょっとこう目新しさがあって、そっちが盛り上がってきた時にやっぱりどっかでこの古典的な方が見直されるっていう揺り戻しみたいなのがあると思うんですよね。で、こっちがやっぱり盛り上がっていくと、また同じように違う毛色のものが出てきてっていう、そういう注目されて注目されてっていうことで残っていくと思うので、今僕が考えているもの、今の生活で使ってほしいものっていうのが、やっぱり僕より下の世代だったらまた変わってくると思うんですよ。そしたらその世代の視点でまた新しいものが出てくるんじゃないかなと思いますし、それはもうこれからの人しか持てない視点でのものづくりになるのかなと思うので、こんなんやったらいいんちゃうっていうのは全く想像できなくて、その時代その時にその時代を生きる人の感性で出てくるものがあると思うので、なんか僕がやってることとかこれまでずっとやってこられたことっていうのに縛られることなく、いろいろ発想してもらえればいいんじゃないかなと思うんですよね。淘汰されるものであれば仕方ないと思ってるところもあるんですよ。竹のバッグを使いたいっていう人がいて、竹っていう素材があって、その間に僕がいて、で、竹を加工してそういう使いたい人に渡すっていうことで、竹を使いたいっていうことは、竹がそういう形で残っていきたいっていう意思だと思うんですよ。竹の意思。僕はその竹の意思に動かされてる、加工する人だと思ってるんですよ。使いたいっていうことはイコール竹が残りたいっていう意思。それがある限りは僕みたいな存在っていうのは必要になると思ってて、100年単位の時間軸の中でそこまで竹は残っていきたいと思ってるんじゃないかと僕は思ってるんですよね。だから使いたいっていう意思がある限りは竹が残っていこうとする。僕の意思というのはあんまり本当にちっぽけなもんじゃないかなって思ってるんですよね。ただ僕ができることが竹を加工してバッグにするっていうことだった。だからそこに僕のこだわりが全然ないんですよ。僕を生かしてくれる存在ですよね。僕が竹を生かしてるんじゃなくて、竹が僕を生かしてくれてる。僕の特性を最大限に引き出してくれてるのは竹なんで、僕は竹を加工するために生まれてきたんだろうなって思うぐらいの感じですよね。それが見つかんなかったら僕はもう何の取り柄もない人間で終わってたかなと思うので、自分が竹の加工に向いてるっていうことに気づけた。もうそれで自分は生きてる価値があるなって思いますね。なんかその名を上げようっていう感じで、そういう賞を目指してたわけではなくて、僕としてはその賞を取ることで、京都の竹工芸っていうことをもう一回注目してもらえたらなと思ってるんですよ。竹に携われることになった京都っていううちに恩返しができてるかなと思うので、僕が賞を取ることでもう一回京都の竹に注目してよっていう感じですよね。竹が僕を生かしてくれたっていうのもそうですし、その竹を加工する京竹工芸という技術があったから僕はそこに携われることができたので、僕っていう存在価値を作り上げてくれた竹と竹工芸っていうのは僕はもう感謝しかないという感じですね。